アーチさんゼロや LGG サターンプロなど様々なポロンベース系コントロールパッドが注目される中、とある新興メーカーから全く新しい5種類のマウスパッドがリリースされます。これらはネーミングの通り、いずれもプレミアムなマウスパッドであり、日本に限らず世界でも注目を浴びてくれると確信しています。今回はそんな新たな波を感じさせてくれるマウスパッド、クワウアプレミアムシリーズをレビューしていきます。こんにちは、マギです。今回紹介するマウスパッドは全部で5種類で、青色のエーテル、赤色のオセアヌス、オレンジ色のペルセウス、白色のヘラクレス、灰色のニュートロンです。クワウアマウスパッドにはプレミアムシリーズとエッセンシャルシリーズがあり、今回紹介するのは全てプレミアムシリーズになります。プレミアムシリーズの大きさは 490mm×420mm×3.5mm の長方形サイズ。ベースには日本産ポロンが採用され、3.5mm 厚ながらかなりの柔らかさがあり、それなりの吸着性も兼ね備えています。ステッチは表面よりわずかに低くなっていて、マウスの操作にストレスを感じることはありません。まずは一番注目されているペルセウスプレミアムから見ていきます。ペルセウスプレミアムはオレンジ色のマウスパッドで、アーチ30とバクシー PA ブラックを足して2で割ったようなフィーリングを持ち、PA ブラックの表面をより繊維的にしたような柔らかくもサラサラとしたかなり肌触りのいいマウスパッドです。滑走速度は明らかにコントロール寄りで、0よりもはるかに遅く、PA ブラックのスピード感とかなり似ていると思います。しかし大きく違うのはストッピング性能であり、特にマウスを切り返す動きをするときはペルセウスプレミアムの方が重く感じます。ペルセウスプレミアムはアーチ30とたびたび比較されますが、実際のところは全く異なります。表面はバクシー PA シリーズによく似ていて、繊維の束感が0よりも広く、PA と比較してより均一に折られていることがわかります。0よりも繊維の束感がないことから、0のようなザラザラとしたフィーリングではなく、ふわふわとした柔らかなフィーリングになりそうだと想像でき、実際そのような感覚があります。次に、それよりも少しだけスピードチックなマウスパッド、エーテルプレミアムを見ていきます。エーテルプレミアムは、ペルセウスプレミアムをより滑らかにしたような青色のマウスパッドで、これもかなり肌触りのいい表面をしています。クワウアで公開されている資料によれば、エーテルプレミアムはスピード系に分類されるようですが、フィーリング的には少し異なり、どちらかというとバランス寄りに感じます。トラッキング時の抵抗がそれなりにあり、実際アーチ30と比較しても初動からトラッキングにかけて少し重く感じます。しかし腕や手首の引っかかりはかなり少なく、ゼロに感じられるような皮膚がマウスパッドの表面に引っかかるような感覚はありません。スピード系とは呼べないものの、マウス走塁のみ摩擦がかかるようなスムーズなマウスパッドになっていて、特に脱力してマウスを操作する人にはそれなりのスムーズ感が感じられると思います。表面を見てみると、エーテルプレミアムはプレセウスプレミアムよりも繊維がより細かく折られていることがわかり、束感も細くなっていることがわかります。束の距離感が狭くなることで、フィーリング的には滑らかになることは予想できますが、それによる摩擦力の説明は私にはできないため見逃してください。いずれにせよ、ペルセウスプレミアムよりはサラサラとした表面になっていて、ペルセウスプレミアムでほんのわずかに感じられる繊維感をほぼなくし、よりスムーズにスピード寄りにした表面と言えると思います。3つ目は赤色のマウスパッド、オセアヌスプレミアムを見ていきます。オセアヌスプレミアムはペルセウスプレミアムやエーテルプレミアムとは少し違うマウスパッドで、加工感のあるハイブリッドサーフェイスとなっています。わかりやすい例で言うと、アーチさん、ヒエンのようなザラザラとしたフィーリングを持ち、そのザラザラ感をできる限りなくしたような感じで、パルサー ES1 に少しだけ似ているような気もします。ペルセウスプレミアムやエーテルプレミアムと比べると、それでもザラザラしている方で、腕や手首の引っかかりはそれなりにあります。クワウアの分類的には、エーテルプレミアムとペルセウスプレミアムの中間くらいのスピード感と説明されていますが、個人的なフィーリングでは、オセアヌスプレミアムが一番滑るか、エーテルプレミアムと同じくらいのように感じます。特にオセアヌスプレミアムには、エーテルプレミアムやペルセウスプレミアムで感じられるような、マウスがマウスパッドに吸着するようなマット感がなく、アーチさんヒエンやハヤテオズのような効果のあるフィーリングで、
エーテルと比べて初動の速さがあることに注意が必要です。生地は上下左右交互に折られていて、エーテルプレミアムやペルセウスプレミアム、アーチサンゼロとは明らかに異なります。アーチサンヒエンと比べてみると少しだけ似ているように感じますが、ヒエンの方がより規則的に折られているように見え、オセアヌスプレミアムの方がより繊維同士の距離が詰まっているように見えます。これらのことからオセアヌスの方が透明から見ると表面がフラットになり、おそらく繊維のコード自体もヒエンの方が硬いため、まさにヒエンをできる限り滑らかにしたようなフィーリングというのが正しいと思います。4つ目は真っ白なカラーリングが美しいマウスパッド、ヘラクレスプレミアムです。ヘラクレスプレミアムは現状、ものとして存在している中で最も新しいクワウアーのマウスパッドになります。表面は加工感のあるハイブリッドタイプで、折り合わせた生地をプレスして圧着させているかのようなフィーリングを持ちます。X レイバーとかどこかで触ったことのあるような感じがしますが、明確にはわかりません。滑り心地は明らかなコントロールタイプであり、初動からトラッキング、ストッピングまで全てにおいて遅く、コントロールタイプの王道、ゾーイ GSR と同じくらい遅く感じてしまいます。ペルセウスプレミアムも個人的にはコントロールタイプに属すると思いますが、それよりさらに遅いため、ハイコントロールタイプのマウスパッドと言っていいと思います。生地はパッと見オセアヌスプレミアムと同様に上下左右交互に折られているように見えますが、ヘラクレスプレミアムの方が明らかに規則正しく、そして折り方もわずかに異なるように見えます。繊維の毛羽立ちなどもなく、かなり綺麗な折られ方をしているため、折った後に何かしらの加工が加えられていることはほぼ確実だと思います。加工感のあるコントロールタイプはこれまでいくつも存在しますが、それでもかなり新鮮で新しいマウスパッドだと言えると思います。そして最後に紹介するのが一番の問題児、ニュートロンプレミアムです。ニュートロンプレミアムは灰色の表面で超コントロールタイプのマウスパッドです。そのフィーリングは明らかにこれまでのマウスパッドとは異なり、布の上に片栗粉をまとわせたかのようなフィーリングで、とてつもない毛羽立ちとストッピング性能を持ちます。似たような素材としては、電車や公共バスの座席を想像できますが、そこまでの毛羽立ちはなく、ギリギリマウスパッドとしての定義を保っているような状態です。PTFE ソールは明らかに滑らず、少し操作するだけで静電気が発生し、マウスパッドに張り付く感覚が確かに感じられます。ゾーイ GSR が一般的に販売されているマウスパッドとしては一番滑らないものとしてたびたび取り上げられますが、それよりも一回りも二回りも滑らず、おそらくこれほど遅いマウスパッドを体感したことのあるゲーマーはこれまでに存在しないと思います。表面を見てみてもその異色さは明らかであり、細かい繊維が分散しながら折られていることがわかります。繊維の一本一本にツヤ感のある加工も見られず、エーテルプレミアムやペレセウスプレミアムと折り方自体は似ているものの、繊維が全く異なることもわかります。これまで紹介した4つのマウスパッドについては、特に持ち方の相性について触れることはありませんでしたが、ニュートロンプレミアムに関しては明らかに遅く、特につまみ持ちのような指先の力をメインにマウスを操作するゲーマーが扱うことは難しいかもしれません。さて、最後にたびたび登場したテロスソールについて軽く触れます。テロスソールはクワウアーがリリースするマウスソールで、かなり癖が強いマウスソールです。表面は黒く、鏡面加工のようなものが施されていて、とにかく硬いです。そしてエッジ処理もされておらず、正直製品としては未完成な部分が多いように見えます。ですが、これまでにはあまり見られない滑らないソールを目指して開発されたソールであり、どのマウスパッドで使用しても一回りから二回り滑りにくくなります。エーテルプレミアムやオセアヌスプレミアムで使用すれば瞬く間にコントロールタイプのようなフィーリングになり、逆にニュートロンで使用すればマウスパッドとマウスが磁石でくっついているかのような面白いフィーリングが得られます。発想はとてつもなく面白いんですが、エッジ処理がされていなかったり、ソールの厚みが明らかに純正より厚いなどの未完成部分が見受けられるため、これもニュートロンと同じで興味本位で購入すると後悔しそうなプロダクトだと言えます。クワウアーのマウスパッドは新興メーカーとは思えないクオリティを持ち、最近のメタであるコントロールマウスパッドを中心にリリースしていることが分かりました。また、ニュートロンやヘラクレス、テロスのようなわざと一歩外したようなプロダクトを出せるメーカーでもあり、似たようなマウスパッドしか出さない新興メーカーとは一線を画すようなメーカーで、
今後が非常に楽しみです。個人的な一押しはエーテルプレミアムですが、コントロールタイプが好きな人はペルセウスプレミアム、ヒエンやハヤテオツのような少しザラザラとしたフィーリングが好きな人はオセアヌスプレミアム、好奇心と探求心をお持ちの方はニュートロンプレミアムを試してみてはいかがでしょうか。日本国内では2023年9月上旬にリット公式 EC サイトから販売予定であり、まずはエーテルプレミアム、ペルセウスプレミアム、オセアヌスプレミアム、そしてニュートロンプレミアム、テロスソウルがリリース予定です。価格はご覧のようになっていて少し高めではありますが、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。